世界のジャパンチャンネルへようこそ。お隣の国、韓国。貿易や文化での結びつきが強く、日本でも韓流ドラマや K-POP は女性を中心に人気のコンテンツですよね。しかし、日本人と韓国人、外見こそ互いに似ていますが、国民性や性格には大きな違いがあります。今回は、日本と韓国の相入れない理由に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。日本人と韓国人は欧米の人たちからすると外見的に見分けるのが容易ではないほど似ているところがありますが、地理的な環境や歴史、文化の違いから性格はそれぞれ驚くほど違っています。歴史的な背景を抜きにしてもすれ違いが起こりやすいこの2つの国。日本人と韓国人の国民性がどのように異なっているかを考察していきましょう。1、韓国人はせっかち。韓国ではパリパリという文化があり、これは早く早くという意味で、何事も早ければ早いほどいいという考え方。事前の準備よりも取り掛かりの素早さを優先していて、一見せっかちなだけのように見られますが、コロナウイルスが猛威を振るう中、早々にドライブスルー方式の診療を開始し、医療従事者の安全性だけでなく、検査速度を引き上げる画期的な手段として世界を驚かせました。一方、日本では、急がば回れということわざがあるように、急いでいる時こそ確実で安全な道を通った方が結果的に早く目的地につけるという考え方を持っているため、韓国人から見ると私たちは何事にも取り掛かりが遅いように見えるのです。2、韓国人は競争心が強い。韓国の統計庁によると、大企業と中小企業の給与の差は倍以上あり、多くの学生は名門大学へ進学し、大手企業への就職を目指します。そのため、日本の大学入試にあたるスヌンと呼ばれる大学修学能力試験に向けた準備を中学生のうちから始めるのです。もはや人生を決めると言っても過言ではないこの大学受験のために、試験当日の朝は早朝から会場に向かう受験生のために観光庁が出勤を遅らせたり、英語のリスニング試験の時間には航空機の離着陸を一時見合わせるなど最大限の配慮がされるほど、国を挙げて受験生を支援する一大イベントなのです。遅刻しそうな受験生を警察が会場まで送り届ける映像は日本でもよくニュースで取り上げられますよね。しかし、晴れて名門大学に進学できたとしても、大手企業に就職できるのは 40% と言われており、就職活動でも熾烈な競争を強いられる現実があります。子供の頃からこのような環境下でたゆまぬ努力を重ねなくてはならないため、日本人と比べ圧倒的に負けず嫌いな人が多いのです。3、見栄の文化。韓国社会では日本以上に他人の目やメンツを重要視しており、お金に関しては特に敏感で、貧乏と思われることを嫌がり、お金がないにもかかわらず、アルバイトやパートに出ない人もいます。家や車に関しても、人より高いものを持つことが大切で、外ではベンツを乗り回すのに、家ではインスタントラーメンを食べているという話は、対面を気にする韓国人をうまく表しています。全体的に比較意識が強く、人と同じか、それ以上でなければならないという考えがあるようです。日本の横並び文化とは正反対の国民性であることがわかりますね。この話題に対して、韓国国内や海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。アメリカ人だけど、昔韓国にいた時、顔に唾を吐きかけられたことがあったんだ。だから、圧倒的に日本人の方が好きだよ。インドネシアじゃ日本人を嫌う人は一人もいないよ。ぶっちゃけ、韓国人はすべての近隣国を憎んでいると思う。単に日本がその憎しみのランキングのトップにいるというだけ。万が一、日本と韓国のわだかまりが解消されるようなことがあれば、憎しみは次の国に向かうまで。どっちの国も尊敬しているし、愛しているよ。嫌い合うのはやめて、もっと仲良くしてほしいな。
ドイツのように謝罪しない限り、永遠にお互いが憎しみ続けることになりそうだ。隣り合う国というのは、いつだってライバルか敵同士なんだよ。タイとカンボジアと同じ。だったら放っておけばいいさ。私は内向的な性格だから、日本の文化は性格にとても合ってたわ。でも、今働いているのは韓国。理由は自分のキャリアとお金のため。私は韓国の方が好き。韓国は今まで一度も他の国を侵略したことがないから。どちらも敬意と礼儀を重んじる面では同じ。そしてどちらも頑固だと思うよ。でも日本は過去の歴史があるから怒ったら何をしでかすかわからなくて不気味。韓国ドラマが流行っていますが、日本のドラマやアニメの方が奥が深いと感じる。日本人がアニメで生きる意味を考えているとき、韓国人はドラマで三角関係や御曹司について悩んでいるよね。日本人の方が謙虚で教養があって親しみやすいかな。その人の個人的な好みによるさ。それぞれに賛否があるし、アメリカとカナダを比べるようなもんだよ。韓国と日本は隣の国だし、性格は似ていると思っていた。正直、顔は見分けがつかない。韓国人は日本よりもずっと素直に胸の内を話してくれる。家族のように接してくれるし、日本人の本音の隠し方は異常。なんだかよそよそしいし、中国人よりはいいけど。以上が海外の人々の反応でした。日本寄りのコメントがやや多く見受けられますが、隣国同士ではありがちな小競り合いであると受け止める声もありました。このような韓国の国民性は文化の面だけでなく、古代より続く地政学的な問題と、それによって発展してきた儒教が大きく関係しています。島国である日本と大陸の先端にある韓国。日本の場合は古代より幾度となく戦乱がありましたが、同じ民族内での支配権をめぐってのいわば内部抗争に過ぎず、農民を狙った騒乱は滅多に起きませんでした。悲劇はおおむね支配者とその周りで起こり、支配者が変わっても人々の生活は変わらず、苦しさはあれど一生懸命働いて税を納め、お上に逆らわなければ命は保証されました。そのため多くの人たちは生真面目に働き、規律に従うことを何より大切と考えるようになったのです。また、日本は災害の多い国ですが、それらをみんなで力を合わせて乗り越えていく社会が形成されており、近代の日本の技術の成功は、ここで培われた性格や資質が大きく貢献したと考えられます。それに対して韓国は、大陸中心部に近い半島という地理条件であるため、隣接する国が強大になると、侵攻を受けるのが当たり前になります。朝鮮半島は、古代から大陸と日本がせめぎ合うパワーゲームの舞台であり、1592年には日本で天下統一を果たした豊臣秀吉が次の狙いを定め、朝鮮半島に出兵した文禄・慶長の役は有名な話ですね。韓国は古代から政治的に異民族との抗争に巻き込まれやすく、時に征服され、分断され、このような不安定な社会下ではみんなで力を合わせてとはならず、他人を押しのけて俺がと自己を優先させて生きていかなくてはいけない過酷な環境。また、韓国は伝統的な儒教文化から道徳的正しさにこだわる傾向があります。個人レベルでは全く当てはまらない人も多くいると言いますが、政治といった比較的年齢が高く、集団の意思決定がされる場になると、この儒教文化が色濃く影響するのです。過去に遡ったしつこさは、先祖の魂は不滅という儒教的静止観にもつながり、功徳や罪は後世の子孫にも引き継がれるので、日本の武士のような切腹や斬首だけで終わる世界とは対立する思想になるのです。韓国には道徳的優位という言葉があり、メディアや演説によく用いられます。自分や自分が属する集団が他よりも優越しているという意味で、儒教道徳において重視される思想です。加害者は被害者に対して道徳的に申し訳ないと思うべきであり、下から許しを請う立場。被害者は加害者に対して上から許しを与える立場であり、これが優位性です。
韓国人の謝罪や補償を求めるデモは、取り立てて日本だけにやっているのではなく、韓国国内でも企業や政治家に対し頻繁に行われています。相手から真の謝罪と反省を引き出すことで、自分の道徳的優位を確認したい人が多いのです。儒教は上下関係を重んじます。道徳はメンツとも言い換えられることができ、自分が相手より上か下か、はっきりさせないといけません。長い歴史の中で見れば、中国大陸の大権力によって大陸に数多く広がる社会を集権統治するために、儒教的な疑似家族道徳が利用され続けてきました。巨大な中国の影響力にさらされ続けてきた朝鮮半島もその例に漏れません。彼らは中国の大きな権力のもと、自分たちの安定を維持するために道徳理論にのみ依存する傾向が強くなってしまったのです。日本は海に囲まれた安全な美しい島に住み着き、数千年もの間、他の大陸の国々と比べると、はるかに平和で安定した社会を築いてきました。そのような国に生まれた私たちは、自分たちが幸せであるということを認識しなければいけませんね。日本人と韓国人は見た目は似ているものの、全く異なった背景を持つ外国人同士であることを忘れてはいけませんね。お互いの違いを認め、尊重し合える関係になれることが一番だと思います。皆さんはどう思われますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。